セインとアイスは役作りのために1日だけ恋人として過ごすことになり、最初はただ楽しく街を巡りながら笑い合っていたはずなのに、ふとした瞬間アイスの胸に影が差す。セインと親友が両思いなのではないかという誤解が心を締め付けた。その一瞬を見逃さず、セインは迷いなく言い切る。たとえどれほど距離が離れていようと、自分の愛は昔も今も変わらないのだと。その言葉には一切の揺らぎがなく、決意を宿した眼差しがアイスを真正面から射抜き、不安の逃げ場を残さないまま断ち切っていった。皆さんこんにちは。ビエルホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。短い撮影を終えて帰宅したセインは婚約者ラニーと共に父に呼び出され、本当に付き合っているのかと鋭く問い詰められるが、その場でラニーは一切の迷いなく口を開き、セインのことは友達でしかないと母に正直に打ち明け、さらに自分が思いを寄せている本当の恋人まで紹介する。その率直さに母は娘の気持ちを守るように、形だけ続いていた婚約はそこで終わりを迎える。けれどセインだけは父に真実を告げることができず、アイスとはプロとしての意識だけだと嘘を重ねていく。セインは携帯すら安心して使えない空気に縛られ、結局友達の携帯を借りてこっそりとアイスに連絡するしかなかった。翌日アイスがセインをバンドの練習へ連れて行く。セインは先輩のピーパーがアイスに向ける視線の意味にいやおうなく気づいてしまう。ピーパーは高価なマイクを誕生日プレゼントとして手渡し、そして優しくアパートまで送り届けるが、ドアを開けた瞬間、そこに広がっていたのは友達が用意したサプライズパーティーで、鮮やかな熱に包まれていった。セインはアイスの母から子供の頃から変わらず愛してきたケーキの作り方を教わり、それを用意しただけでは終わらず、かつてアイスを置き去りにして新しい家族を築いた母その人まで間抜き入れていた。向き合うことを避け続けてきた時間の重みの中で、母はようやく言葉を選び、遅すぎた謝罪を口にした。アイスの胸の奥で凍りついていた長年のわだかまりは音も立てずに、けれど確かに溶け始めていく。セインが母を呼んでくれたことをアイスは人生で一番の誕生日プレゼントだと言って強く抱きしめ、そのまま2人は言葉を交わす代わりに、ようやく心が重なったことを確かめるようなキスを交わす。その一瞬をドアの外から見届けてしまったピーパーは声をかけることもできないまま、全てを悟った顔で静かにその場を離れていくしかなかった。セインは初めてアイスが家に現れたあの瞬間から恋に落ちていたのだと打ち明け、アイスもまた靴を貸してくれたあの初日から一目惚れしていたのだと答え、2人は確かめ合うように甘い時間の奥へ沈んでいく。けれど夜が明ける頃、アイスは再び悪夢にうなされて飛び起き、セインはその震えを包み込むように抱き寄せた。もう恋人なのだから何をしてもいいのだと囁くように、朝から熱を重ね、学校でも手をつなぎ、隠すことなく甘さをまとったまま歩いていく。しかし2人は友達に呼び寄せられ、彼は最近過去10年間の学生自殺者を追っている。被害者は皆貧困層の1年生で、かつてのアイスと同じ場所に追い詰められていた。友達は協力し、学生を性行為で騙してきた教師を暴く公開処刑を計画する。セインとアイスは脅されながら働かされている学生に近づき、教師が向かうホテルにカメラを仕掛け、その映像を全校生徒の前でライブ配信する仕組みを作り上げる。計画は成功し、教師の悪行は白日のもとにさらされるが、追い詰められた教師はナイフを手にセインへと襲いかかる。画面の向こうで父がただ震えながら見守ることしかできない中、刃がセインの腹に突き立ったその瞬間、アイスが駆け込み、手近にあった花瓶で教師の頭を殴りつけ、間一髪でセインを救い出した。警察が到着して事態は収束し、アイスが受け続けてきた理不尽もようやく晴れ、学校から下されていた処分は全て取り消された。だがセインの見舞いに向かった時には、父はすでに息子を連れて姿を消しており、残されていた手紙には校長としての形式的な謝罪と、父として二度と息子に近づくなという一方的で冷酷な言葉が並び、拒絶を形にするかのように小切手まで同封されていた。アイスはその現実を受け入れることができず、迷うことなくセインの家へと向かい、怒鳴り声を上げる父を前にしても一歩も引かず、セインに会えるまでこのドアの前で待ち続けると言い切
きる。さらにマイクとギターを持ち込み、助けを求める歌声をライブで響かせ、思いをその場に解き放った。その歌声を聞いたセインはまだ治療の最中であることも忘れ、体につながれたものを外してでもアイスに会いに行こうと身を起こす。ちょうどその時、アイスははしごを使って部屋へと入り込み、逃げ場のない場所で父と再び正面からぶつかり合う。父は自分かアイスかどちらかを選べと突きつけ、怒りに任せて縁を切ると吐き捨てた。セインは本当は父を失いたくなどなかった。その思いを胸の奥に抱えたまま、アイスはこれからもっと努力して自分を証明し、いつか認めてもらえるよう頑張ると誓った。そんな中でセインはまだ癒えきらない傷を拭いてほしいと甘えるように口にし、その無防備な表情はあまりにもずるく、何を頼まれても答えたくなってしまうほど相手の心をまっすぐにくすぐってくるのだった。そうしてついに PC 監督のミッドナイトサンが上映され、セインとアイスは作品とともに多くのファンを獲得していく。その客席の片隅にはただ同じ光景を見つめるセインの父とアイスの母の姿もあった。学校イベントの夜、アイスは舞台に立ち、自分が歌う曲は実はセインと共に紡いだものだと告白し、呼ばれるようにセインも舞台へ上がって2人で歌い上げ、最後には隠すことなくみんなの前で熱いキスを交わす。その夜遅く、セインのもとに一本の電話が入り、翌日アイスと共に実家へ戻ると、裏庭にはいつの間にかたくさんのひまわりが咲き誇り、それは父が毎日セインの帰りを待ち続けていたことを何より雄弁に物語っていて、セインは何も言わないままただ父を強く抱きしめた。2人は友達と共に音楽の夢を支える会社 SLI グループを立ち上げる。それぞれの過去と向き合いながら前へ進み始める。アイスはかつて自分を深く傷つけた元彼 P ワームにも会いに行き、本当は自分もいい恋人ではなかったのだと正直に頭を下げ、彼がしてきた全てを受け止めた上で、もう一度仲間として手を取り合わないかと手を差し伸べる。そして最後にセインは父をアイスの母の家へと連れて行き、2つの家族が並んで同じフレームに収まる写真を撮る。こうして逃げることなく、痛みも闇も越えてきた先で2人の恋はようやく確かな形を得て、静かにしかし確実に実を結んだのだった。また次回お会いしましょう。ではでは。